皆さん、こんにちは。ケンです。今日はちょっと日本語の面白い表現についてお話ししたいと思います。皆さんちょっと付き合ってくださいね。まず、この文章を見てください。一回読みます。彼女の目は綺麗です。彼女の目は綺麗です。皆さん、この意味は読んで大体わかりますか？中国語で言うと、她的眼睛很漂亮。女性ですね。女性の她、女性の她。她的眼睛很漂亮。意味はそんなに難しくないんではないでしょうか。はい。じゃあもう一つ別の文章を見てください。はい。じゃあこの下のこれですね。彼女は目が綺麗です。彼女は目が綺麗です。あれ？なんかこの二つの文章の意味は、なんか意味が大体同じような気がしませんか？她的眼睛很漂亮。こっちも、她的眼睛很漂亮。なんか同じみたいですね。で、どう違うのかということを、私は日本人の知り合いや友達に何人も聞きました。この二つの文章の意味の違いがわかりますかって日本人の人にたくさん質問をしたんですね。で、この質問をすると日本人のその友達とかもちょっと悩み出します。違う？同じじゃないの？ちょっと待って。つって少し考えちゃうんですね。で、結論から言うとみんな言うのは、大体同じ。ちょっとなんか違う感じがするけど、同じっていうふうに答えます。日本人としてすごく無責任な答えがもう必ず返ってきます。ただ、この二つの文章は意味が実はちょっと違います。ちょっと違う表現です。今日はこのちょっと面白い話をしたいと思いますので、皆さん付き合ってください。はい。では最初の文ですね。彼女の目は綺麗です。これにちょっと戻ります。これは主語は何だか皆さんお分かりになりますか？この文章の主語は何でしょう？主語は助詞のはで示されるので、この主語は彼女の目が主語です。彼女の目は綺麗です。彼女の目、ここからここまでが主語です。はい。じゃあ、これは何を言いたいのでしょうか？この文章は彼女の目について話をしたいんですね。この文章のテーマは彼女の目です。ですから、例えば、このような3つの文を作ることができます。彼女の目は大きいです。彼女の目は青いです。アニメのキャラクターなんでしょうか？青いんですね、目がね。ですから、このように目についていろいろ表現することができます。じゃあ、この3つの文章を一つにしてみましょう。彼女の目は綺麗で大きくて青いです。彼女の目は綺麗で大きくて青いです。すごくなんか魅力的な目ですね。はい。では、もう一度戻りますね。1番目の主語は彼女の目が主語です。でも、2番目の文章の主語は彼女が主語です。目ではありません。じゃあ、これをまた3つの文章にしてみますね。彼女は目が綺麗です。彼女は性格が優しいです。她个性很温柔。彼女は家がお金持ちです。他家有钱。他是有钱人。このように、この主語は彼女なので、話したい内容は目だけではありません。性格のこととか、家のこととか、趣味とか、いろいろなことが表現できるんですね。では、この文章を一つにしてみましょう。
彼女は目が綺麗で、性格が優しくて、家がお金持ちです。她是眼睛漂亮、个性很温柔、家里有钱。ということですね。実はこの文章、ある場所にある言葉を入れると、とてもわかりやすくなります。理解しやすくなります。どこでしょう？それは、ここです。今、スペース私開けました。ここにある言葉を入れるとわかりやすいんですね。何だと思いますか？今入れますね。もう答え言っちゃいます。はい。女性という言葉、私今入れました。そうすると文章が主語の彼女は女性ですというふうに簡単にすることができます。彼女は女性です。她是女生。はい。那什么样的女生呢？目が綺麗で、性格が優しくて、家がお金持ちの女性です。というふうになります。日本語はこれらのがを足すことで、いろいろな主語の要素を表現できるようになっているんですね。でも日本語はこの最後の部分がこのように省略されていることが多いです。ほとんど省略されます。必要がないんですね。ですから分かりにくくなります。でも、このように女性というような言葉、女性とは限りません。もしかしたら人かもしれないし、学生かもしれない。それは分かりませんけれども、この言葉が省略されているんですね。省略されているので、日本語を勉強している学生の皆さんなんかは、ちょっと分かりにくいな、なんでっていうようになっちゃうんですね。はい。じゃあ、この文をもう一度見てください。まとめますね。ここの主語。最初の文。この主語は彼女の目です。彼女の目が主語です。二つ目の文は彼女が主語です。主語ですから、主語が何なのかという言葉を言わなければいけません。主語の彼女の目は綺麗です。主語の彼女は女性です。ただそれはどういう女性か表現するためにこのがで表現しているということです。はい。では、この二つ目の文章、新しい文章を一緒に見てみましょう。実はこれとても有名な文章で、日本語のとても偉い専門家がとても長い時間をかけて論争していた有名な文章です。象というのは大象ですね。象の鼻は長いです。大象の鼻子很長。では、二つ目のこれ。象は鼻が長いです。は、もしこの鼻がないとどうなると思いますか？象は長いです。大象很長。これ意味がわかりませんよね。じゃあ、主語は象じゃないです。というふうな論争が起きました。主語は鼻です。じゃあどうして象は鼻が長いですと言って、象の鼻は長いですと言わないのかという疑問が専門の家の間で出てきたんですね。で、それを長く論争していたという歴史があります。じゃあこれも3つの文章にしてみました。象は鼻が長いです。象は体重が重いです。象は足が速いです。足が速いというのは、跑得很快という意味です。ですから象は、この文章は象が主語で、鼻は主語ではありません。象に対していろいろ表現をしているということですね。じゃあこれも同じように一つの文章にまとめてみました。象は鼻が長くて、体重が重くて、足が速いです。象は鼻が長くて、体重が重くて、足が速いです。ということになりました。これも同じです。ここの最後のここですね。ここに何か言葉が隠れています。
何でしょう。一つの答えではないので、正しい答えというわけではないですけれども、皆さんだったらここにどういう言葉を入れますか？一番簡単な言葉は、多分これですね。象は動物です。象は鼻が長くて体重が重くて足が速いんですよね。速い動物です。こう考えると簡単に理解できるでしょうか。はい。ではもう一度この3つの文に戻ります。ちょっと別の話なんですけれども、日本語のまた面白い表現についてお話ししたいと思います。この3つの文章の主語はみんな象ですね。ですから、ちょっとこれを消してみましょう。消しました。象は鼻が長いです。体重が重いです。足が速いです。でも、この2つの文章はもう主語がないですね。消しちゃいましたから私が。でも、日本語の特徴として、主語として最初に出てきたもの、ここの和で示される象というものが主語なんですけれども、一回和で表現された主語は、その後ずっと主語として機能するという特徴があります。ですから日本語の主語はよく省略されるんですね。もうここで象ということを言ったので、今は象のことについて話しているんだなということが日本人の間でわかるようになっています。ですから後の主語とか、誰が誰だとかいうことを全部省略しちゃうんです。そうすると、皆さん日本語を一生懸命勉強している方にとっては、誰が主語だかわからないというふうになって、とても混乱しやすいのはちょっと問題だとは思うんですけれども、このことを少し理解しておくといいんじゃないかなと思いました。はい。じゃあ今日はここまでです。いかがだったでしょうか？今後もこのような日本語とか日本語の文化について面白い話を簡単にできたらいいなと思っています。じゃあ今日はここまでです。お疲れ様でした。じゃあまたね。